皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点で真のスポーツの問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はスポーツが教えてくれるの第5弾として、第5弾、ボクシング、ちょっと面白い話をしたいなと思うのは何かというと、ボクシングですね。ボクシング。ボクシングの話。まあ、スポーツのね、ルールのこととかいろいろよく喋るときに、いつもボクシングはね、例に出すんですよ。ボクシングという意味知ってるっていうふうに聞いたら、みんなびっくりするんですよね。ボクシングってどういう意味っていうの？小崎さん知ってた？スポーツライターなら知っておいてください。いじめてしまった。ボックスってどういう意味かっていうのは、これは英和辞典引いてください。ちゃんと殴るって出てます。だからボクシングは殴り合いなんですね。殴り合い、はい。一度中学校で、スポーツについての話、講演やった時に、ボクシングでどういう意味か知ってるって言ったら、四角い上でやってるからボクシングって言って、ボックスの上でやってるからって言って、でもあれボックスじゃないんですよね。あれリングなんですよね。リングですね。リング輪っかなんですよね。なんで輪っかが四角いのかっていうと、昔は輪っかの中でやってたんですよね。それが輪っかでロープが作れないので四角になっちゃったって。でも、あれは輪っかのつもりでリングと呼んでいるっていうようなところが、あります。というので、ボクシングっていうのは、だけを考えてもスポーツのことがいろいろわかるんですけど、もっと面白いのは、というよりも、その前に井上尚弥の話でもしましょうかな。今すごいですよね、井上。この本がね、なかなかいい本なんですよ。怪物の出会えた日っていう本なんですけれども、これは東京新聞の記者の方が書いた本なんですけど、井上尚弥に対する取材とかは、もちろんしてるんだけれども、それがメインじゃないんですよ。これです。この本ですね。それがメインじゃなくて何がメインかというと、井上尚弥に負けた人ばっかりにインタビューしてるんですね。こういうやり方大好きですね、私ね。というのは、ジグゾーパズルをやるときにね、真ん中がなくって周りばっかり合わせていったら、だんだん絵が出てくるっていうような形、そんな感じだったですね。それに井上尚弥という人は今、パウンド・フォー・パウンズ、要するにあらゆる階級の中でのチャンピオンに選ばれた、アメリカの名門のリングという雑誌でですね、選ばれた、初めての日本のチャンピオンですよね。これもボクシングライターの人昔から言うんですが、まさかそんなボクサーが日本から生まれるとは思わなかったっていうぐらいの強さを発揮してて、これは何に例えればいいかというと、メジャーリーグでまさかホームラン王が出てくるとは思わなかったっていう大谷翔平と、五分ぐらいの凄さなんですけれどもね。ボブ・アラムがね、そう。ボブ・アラムなんてね、すごいね、言葉はね。ボブ・アラムってモハメド・アリの大プロデューサー。ドン・キングと争うプロモーターですね。さあ、プロモーターですよね。面白い男ですけれども。こういう井上尚弥が頑張ってるんですけれども、ボクシングっていうのは、よく考えたらね、本当面白いスポーツで、ナックルパートでないと、相手を殴っちゃいけないんですよね。ボックスしてはいけない。ナックルパートって何かっていうと、野球でいうナックルと一緒で、要するに関節なんですよね。だから、この拳の関節の部分でないといけない。これで殴るとどうしたら、ストレートか、この肘を90度にしたフックか、アッパーカットか。この3種類しかないんですよね。で、足はもちろん足で蹴ったりしてはいけないで。頭突きはもちろんいけない。肘打ちはいけないっていう。そんだったら誰が強いかわからないじゃないかっていうのようなスポーツを18世紀にジェームス・フィッグというイギリス人が
作ったんですね。このジェームス・フィッグという人は、ストリートファイターですね。まあ、初代のベアナックル、要するにグローブをつけない拳のチャンピオンというふうに言われてますけれども、そのナックルパートをすごく磨いた男で、それからナックルパートでやるボクシングが成立していったわけ。だから近代ボクシングの父というふうにも言われているのがジェームス・フィッグなんですね。でこれがイギリスでどんどん発展するわけです。で、ものすごく発展したのは、面白いのは、これが、イギリスのチャンピオンっていうのが世界チャンピオンだったんですね。でこれは完全に政治的な感じで。まあ、大英帝国の時代です、ね。オックスフォードとかね、ケンブリッジなんかでも、要するに男はボクシングするんだっていうのが、こう、なんていうか、定番になったんですね。でなぜかというと、それは、7つの海を支配する、植民地を支配するときの現地で、こう、現地人を支配するときにボクシングを使ったわけです。ボクシングのルールを言うわけです。で、その男っていうのはこうしてルールで戦うんだって言って、現地人のでかいのを倒すんですね。そりゃそうですよ。ナックルパートでないと殴っちゃいけないって。こんな喧嘩、こんな喧嘩ありえないんですよ。あるのは、あれでアメリカのハリウッド映画の西部劇ぐらいですよ、殴り合いやってるの。あんなんやるよりも足で蹴飛ばしたりとか、後ろから棒で叩いたりするやつの方が強いに決まってるわけなんですね、喧嘩は。ところがこのボクシングっていうのを、こう、イギリス人は、こう、政治的にそういうふうに有効に使って、イギリスのチャンピオンを世界チャンピオンだって言ってたんですが、っていうところ、そこでね、こういう面白い本があるんですよ。フォークヒーロー、モハメド・アリーっていうね、これ書いたバッド・シルバーグっていう人は、ボクシングについてノーマン・メーラーなんかと一緒になって語ったりしている面白い人なんですが、この中にボクシングの歴史が出ていて、要するに、ここで私も学んだんですけども、ボクシングは完全に政治的なスポーツだと。これですね、フォークヒーロー、モハメド・アリー。これ、政治的なスポーツなんですよ。ボクシングってのは。要するに、イギリス人が自分たちの強さを示すために作ったルールのチャンピオンで世界を支配したスポーツだったんですね。で、ところがそこにユダヤ人のチャンピオンが生まれるんですね。そしたらイギリス人のチャンピオン、挑戦者がもうめった打ちにしてそいつを倒して、やっぱりイギリス人が強いとかいうような歴史になる。ところがそこにアメリカ人のチャンピオンが出てくるんですね。これアメリカ人で、アメリカって昔イギリスの植民地だった。そうですね。ところで植民地のチャンピオンが出てきてびっくりするわけですね。それはいかんって思ってたところが、アメリカの中でも黒人のチャンピオンが出てくるんですね。これジャック・ジョンソンという、まあ、もう一番アメリカでも嫌われたチャンピオンらしいんですけれども、黒人の、要するに差別されていた自分の怒りをもうすべてぶつけたような男で、まあ、モハメド・アリに言わせると、歴代のトップはジャック・ジョンソンだって言ってるんですけどね。でも、まあ政治的にも、要するに、かつて、奴隷だった自分が世界チャンピオンになったんだというので、これ大騒ぎになる。そこでまたそいつを倒せっていうことに出てきて、白人が勝ったりとか、ヨーロッパ人が勝ったりとかしていた中で、黒人のジョー・ルイスという素晴らしいボクサーが現れてくるんですね。このジョー・ルイスっていうのはものすごく紳士的な男で、黒人の中でも白人に人気のある黒人と言われたんですね。で、その黒人がなぜ人気があったかっていうと、ちょうど第二次大戦が始まろうとしていて、ナチスの代表でマックス・シュメリングというドイツのチャンピオンが出てきたんですね。これがアメリカと戦うっていうんで、民主主義対ファシズムの戦いになって、それでもう、大騒ぎになったんですね。でそこだと思うと、今度戦後に入ってくると、また白人が勝ったり黒人が勝ったりっていう中で、移民のチャンピオン、そこでロッキー・マルシアーノっていうチャンピオンが出てくるんですね。こういう本で出てくる。
これ40何勝無敗って、一回も負けたことない素晴らしいチャンピオンで、モハメド・アリに言わせると、歴代のチャンピオンは1位はジャック・ジョンソンだと。2位がロッキー・マルシアーノだと。で、それで3位が俺だと。いうし、今もモハメド・アリは言っていたそうです。この本すごく面白いんですけど、この本の何が素晴らしいかというと、このロッキー・マルシアーノとっていうのは引退した後、引退したモハメド・アリとも仲良く、二人でね、黒人と白人が一緒になって、これから世の中を良くしていこうというような運動を始めようとしていたところに、飛行機事故で、死んじゃったらしいんですね。やっぱり非常に残念なんですけど、この、ロッキー・マルシアーノという人が、やがてボクシングはなくなるっていうふうに言ってるんですね。かつてのローマ帝国のコロシアムで行われた、要するに、あれですね、映画なんかにもよく出ている、剣闘士ですね。はい。グラディエーターですね。グラディエーターのと同じようになくなるだろうと。こんな危ないスポーツはもうやってはいけないっていうふうに、このさっき紹介した本の中で言ってるんですね。で、今でもまだなくならないで残ってるんですけど、その政治的な要素っていうのがだんだんなくなってくる。それの象徴が、先ほど言いました、このロッケ・マルシアーノが活躍したりとかで、黒人と白人の戦いだっていう中で、ソニー・リストンという、非常に殺人事件を起こして、刑務所入っていたようなチャンピオンが出てきて、それに対してフロイド・パターソンという、彼も黒人なんだけど、すごく白人人気のある、チャンピオンが出てきて、二人が戦って、善と悪の戦いだとかって言われてたんですね。それを書いたのはノーマン・メイラーなんです。作家のノーマン・メイラーなんだけれども、それでソニー・リストンが勝っちゃうんですね。で、ソニー・リストンが勝って、アメリカ中が悪のチャンピオンが勝ったっていうんで、がっかりしているところで、カシアス・クレイという男が出てくるんですね。カシアス・クレイですね。モハメド・アリですね。この、分厚い本の表で、これ面白かったです。すごい最近出たモハメド・アリの本ですけれども、このモハメド・アリという男、カシアス・クレイという名前で出てきた男が、その悪のチャンピオンのソニー・リストンをやっつけるんですね。蝶のように舞い、蜂のように刺すというボクシングでね、すごい素晴らしいスピードを持って、やっつけてしまったって。それでアメリカ中が喜んだ途端に、モハメド・アリ、カシアス・クレイが名前をモハメド・アリと変えて、ブラックパンサーという黒人のイスラム教の教団に入っちゃうんですね。これ、今ではそのイスラム教の教団の、平和的なもんだというふうに、マルコム X なんかの団体なんかと一緒だっていうふうに言われているんですけれども、当時はかなり過激派と言われていて、で、モハメド・アリはアメリカ中からもう非難されて、それで、ベトナム戦争の懲役も拒否したおかげで、ベルトも剥奪されて、それで、裁判にずっとなってる間、チャンピオンになれなかったわけですね。これなんかもう完全にボクシングと政治がくっついたところにあった。でそこでその時にチャンピオンになったのが、ジョー・フレイジャーとかね。これは東京オリンピックの金メダリストなんですけれども、黒人で。それからもう一人は、最近亡くなったジョージ・フォアマンですね。ジョージ・フォアマンってのは強かったですね。これはメキシコオリンピックの金メダリストなんですけどね。ジョー・フレイジャーを右フックでね、倒した時に、何回も見ましたけどね、私ビデオで。顎に入った途端、体が浮きましたからね。びっくりしましたよ。ボンと飛ばされたジョー・フレイジャーが、体が浮いちゃったと。それで、ものすごいチャンピオンが現れたっていう時に、モハメド・アリが復活してきて、モハメド・アリがアフリカの地で、要するに黒人の出身の場所で、当時、コンゴのキンシャサという、首都ですね。そこで、やったんですよね。すごかったですね。その時、ボブ・アラム、さっき名前出ましたけど、ボブ・アラムっていう人が、リングのゴム、
ロープを緩めていったんですね、全部。で、相手にどんどん打たせながら、そのロープを利用して相手のパンチを弱くするというような、ロープはドープっていうね、ドープ、これを作戦で、7ラウンドまでかな、ずーっと打たせていて、もうテレビで見ていて、フォアマンが疲れてきたとか、本当分かりましたもんね。あれ、疲れたんじゃないかっていう時に、右パンチ、ストレート一発ですよ。スポーンって入った瞬間、汗がバーンと飛んで、フォアマンの頭から。それでフォアマン一発で倒れちゃったという。ものすごい、試合をやったんですけど、これが、ボクシングが政治的だった最高潮の時でしょうね。ある意味で。で、その後、モハメド・アリも、ブラックモスレムと言われていた、要するにイスラム教との関係も、徐々に平和的になって、ボクシングって続いている中で、モハメド・アリは引退した後、マイク・タイソンというすごいチャンピオンが、これは本当に強かったですね。日本来た時に私練習見に行きましたけど、こんなスピードのある、すごいチャンピオンいないなと思っていたら、それがね、バスター・ダグラスという、めちゃくちゃ弱い男にね、めちゃくちゃ弱い男に、ノックアウトで負けるんですね。リングサイドの私、前からね、7列目くらいで見てましたけども、びっくりしましたね。あれ、なんでって思って、これ考えてみたらどうなのかなと思って、これ、なんでマイク・タイソンがこんな試合をやったのかって言ったら、結局その当時、バブルの絶頂期だった日本に金でほっぺた叩かれて、こう、ちょいとやってきたっていう感じであって、それでバスター・ダグラスに負けちゃった。要するに政治が経済に負けた、もう象徴だったわけですね。なるほど。で、その後、世界のボクシング界っていうのは全部経済で動くようになりましたね。もう、井上尚弥さんも経済で動いているという言い方をしたら、別に悪い言い方でもないんだよね。別にね、ラスベガスであって、高額のファイトマネーをもらってっていうのは、ある意味素晴らしいことで、それは大リーグの、メジャーリーグの年俸が高い、大谷年俸が高いと同じようなもんですからね。だからいいんだけれども、ボクシングの政治性というものが全部なくなってしまった。ただロッキー・マルシアーノの言ったように、ボクシングが終わらずにまだ続いていると。ただ、先ほど紹介しました、ロッキー・マルシアーノの本。この本をね、私読んでから、やっぱりあんまりボクシングをね、熱心に見られなくなったんですね、正直に言うと。ちょっとかわいそうで。かわいそう。だから、古代の、オリンピック、古代ギリシャで行われていたオリンピックなんかでも、古代の、スポーツの素晴らしい5種類は一体何かって言ったら、スタジオン走といって、走ること。それから、走り幅跳び。それから、あと何かな。円盤投げ。それからもう一つ、何か、陸上の種目があって、もう一つはレスリングなんですよ。なぜレスリングなのかっていうと、血が出ないからなんですね。やっぱり血は不浄なものだっていうことで、昔のボクシングなんかでも結構血が出たらしいですね。それと古代のギリシャのオリンピックでは、ボクシングの他にパンクラチオンという、レクステリングとボクシングを混ぜたような格闘技がありましたけれども、それも血が流れることが多くって、レスリングが最高のスポーツだと言われてたんですね。で、その考えが近代になってもずっとあって、世界のチャンピオンは実はレスリングだったの。
そこでモハメド・アリというのが、I am the number one, I am the champion っていう言い方をしたのは、俺はレスリングより強いんだっていう言い方をしていたんですよね。だからアントニオ猪木には絶対負けるわけにはいかなかったっていうこともあるんですけども、そんなボクシングの何と言ったらいいか、政治的に鬱屈した、歴史。あるいはそれを全部受け止めて、黒人が差別を跳ね返して、あるいは、イスラム教徒のモハメド・アリが差別を全部打ち崩して、勝ってきた政治の歴史っていうものがボクシングには刻み込まれているという。これ知ってるとなかなかボクシングというのもすごいな、面白いなと思うんですけれども、ちょっときつすぎるなと。ただ最近のね、ボクシングは結構早く止めてくれるので。そうですね。この前の井上尚弥のもうちょっとやらしてもいいんじゃないかって思いながらも、もういいでしょうと。要するに井上尚弥のボクシングなんか見てると、完全にスポーツっていう感じはしますからね。昔は15ラウンドまであったのがね、今12ラウンドですし。そう。昔なんてね、それこそ、モハメド・アリもずっと前のね、ジャック・ジョンソンなんかの付近でやってたのっていうのは、もうすごい殴り方ですからね。フィルムなんか見てみると、もうこれもうちょっとこれ以上やったら死ぬんじゃないかってぐらいやってますしね。マイク・タイソンでもそうでしたよね。ありましたからね。あのパンチで続けるのかみたいな、もうやめてあげたらいいよって感じですね。そうですね。私は実はボクシングの取材も結構やったんですけども、具志堅用子さんと、ちょっと遊びですけれども、グローブをかわさせてもらったことがありまして、ちょっとやったら、はっと具志堅さんが構えたんですね。構えた瞬間にちょっとやめてっていうか、目で睨まれるとね、私よりも背はずっと低い人なんですけど、ちょっと参ったですね。怖かったね。冠橋の目は。それとおまけにちょっと続けながら歩きながらパッとこのやってる中で、彼が右フックですね。脇腹にちょんと入れた。痛かったですよ。本当に、いたっていう感じだったんですね。練習用のグローブですよね。もちろん。そうですね。そうすると見えなかったですね。さっと。で、すごいなと思った時に具志堅さんに、聞いたら、彼が言ったのは面白かったのは、当てただけだよって言ってたんですね。で、いつもボクシングは当てるスポーツだからって彼は言ってましたね。要するに、急所と呼ばれている場所がいくつかあって、テンプルとか、ジョーとか、チンとか、ハートとか、あるいはスタマックとか、レバーとかあるんですけど、そこに当てれば、相手が倒れるっていうことを具志堅選手なんかはもうやってたって。アマチュアのね、評点はそこでつけれるんですからね。そう。でもそういう話聞くとね、ボクシングってのはすごいスポーツだな。やっぱりナックルパートでないと殴っちゃいけないというルールも、これもすごいもんだなと思う一方で、ものすごい政治的なスポーツだった。それが経済に変わったっていうことも、これもまたスポーツっていうのは面白いなと思いますね。好きなスポーツ、どんどん話が前に喋ってしまいましたけれども。ということです。今日は。はい。今日はここまでということで、次回は今週のテーマ、シリーズスポーツは教えてくれるのエピソード3。市川崑監督の映画、東京オリンピックは史上最高のスポーツ映画だ、です。引き続き玉木さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。